こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。私はエリです。皆さんお元気ですか？このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。私の話が全部わからなくても大丈夫です。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。今、朝の8時40分です。私が住んでいるところは、今日は晴れています。皆さんの国では今何時ですか？天気はどうですか？さて、今回の話題は日本の秋です。日本の紅葉について話します。今、日本は秋です。日本の秋は9月から11月くらいです。でも、今年は天気が変でした。夏が長かったです。9月になっても夏のようにかなり暑い日が続きました。10月も夏服じゃないと暑い日がありました。夏服は夏に着る服のことです。夏服。日本は季節が4つあります。春、夏、秋、冬。この4つの季節のことを四季と言います。四季。四季。でも、なんだか毎年少しずつ夏が長くなってきている気がします。異常気象ですね。異常気象。異常気象。異常気象とは天気がとても変だという意味です。異常気象のせいで、そのうち日本では秋がなくなるかもしれません。私には海外に住む友達がいます。その友達も9月はいつも涼しい。でも今年は暑い日があった。天気がおかしいと言っていました。皆さんの住んでいる国ではどうでしたか？そして今日の話題の紅葉について話します。皆さんは紅葉は好きですか？皆さんの国では紅葉は見られますか？紅葉。紅葉は木の葉っぱの色が変わることです。紅葉とは秋になると木の葉っぱが緑から黄色や赤やオレンジになることです。緑から赤になる葉っぱもあれば、緑から黄色くなる葉っぱもあります。紅葉は美しいです。例えば紅葉した山を見るといろいろな色があってとても綺麗だなと思います。このビデオはポッドキャストですが、画面を見ている方のために写真を載せます。これが紅葉です。どうですか？でも冬になると葉っぱは地面に落ちてしまいます。紅葉はずっと続きません。だからなんというか紅葉は儚いですね。儚い。儚いは何かがあっという間に終わってしまう。だから寂しいという意味です。そういうニュアンスです。
紅葉は儚いから美しい。もし紅葉が一年中あったら美しいと思わないかもしれません。人によりますが、人はいつも同じものが続くとつまらないと感じることがあります。人によりますが、人はいつも同じものが続くと素晴らしいなぁと感じないことが多いです。だから紅葉は儚い。それが美しい。日本人は紅葉を美しいと感じます。だから日本人は紅葉を見るのが好きです。そうじゃない人もいますけど、多くの日本人は紅葉が好きだと思います。だから秋になると紅葉を見に行く人が多いです。紅葉を目的に旅行する人が多いです。日本には紅葉で有名な場所がたくさんあります。例えば京都です。皆さんは京都を知っていますか？京都はかなり有名な観光地です。観光地は旅行する人がたくさん来る場所という意味です。京都は有名な観光地なので、いつもたくさんの人がいます。でも、紅葉の時期はもっともっとたくさんの人が京都を訪れます。京都にはお寺や神社がたくさんあります。古い建物がたくさんあります。ちなみにお寺と神社のことを神社仏閣と言います。神社仏閣。京都は神社仏閣が多いです。京都は神社とお寺が多いという意味です。京都は古い日本や懐かしさを感じられる場所です。だから人がたくさん来るのだと思います。でもどうして紅葉の時期になると京都に人がもっともっと来るのかというと、多分紅葉の美しさと神社やお寺の様子がとても似合っている。それがとても美しいと思う人が多いからだと思います。紅葉の儚さとお寺や神社の懐かしさがいいなぁと思う人が多いからだと思います。紅葉も神社もお寺も落ち着いた雰囲気があります。古い日本とか落ち着いた雰囲気が好きな方はぜひ京都に行ってみてください。あとネットで京都紅葉で検索してみてください。すごく美しい写真がたくさん見つかります。でも紅葉で有名な場所は他にもあります。例えば奈良、鎌倉、日光。あとはちょっと今は思いつきません。奈良、鎌倉、日光。私はそこに行ったことがあります。これらの場所にも神社仏閣がたくさんあります。だから古い日本が好きな人におすすめの場所です。もちろん紅葉じゃない
時も素晴らしい場所です。気になる方はぜひ訪れてください。それでは今日はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。とても嬉しいです。では今日も良い一日をお過ごしください。